で、バイノーラル録音が、そういうことなので、バイノーラルのプロセッシングっていうものを普段から使っていると。ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、HPL っていうのを自分で設計して、バイノーラルプロセッシングを作ってるわけですけど、そのバイノーラル録音のその仕組みを信号処理で行ってしまおうというものになるわけですね。バイノーラルの仕組みですけど、音場の中にある、楽器、この絵だとギターがあって、そのギターから両方の耳までのまず直接音っていうのがあります。で、直接音っていうのが到達距離が違うことによって、当然耳と左耳の時間差も生まれますし、音圧も変わるわけですよね。そういったことによって分かるものっていうのは主に角度情報ですね。左30度、右30度、何でもいいんですけど、そういう角度情報が見えてくる。その直接音にさらに部屋であれば反射が、いろんなところから壁、や床やいろんなところで反射したものが耳までに届く間接音があります。で、それはみんな全てその遅延があって、で同じように減衰して耳に届くわけです。それがたくさんあって、それは残響になるわけですけど、それによって主にその距離感が見えてくる。今言ったそのほとんどの音、その直接音や間接音っていうのは、直接耳に届くっていうのはほとんどないわけです。ここにピンポイントに耳に到達するっていうことはほとんどなくて、大体は頭のどこかだったり体だったりいろんなところに当たって、耳まで届くわけですね。で、その頭の耳はどういう伝達をしているかっていう係数がその頭部伝達関数で HRTF って呼ばれているものであって、今言ったその直接音とそれから間接音と、それら全てに HRTF っていうのは絡みついているものになります。直接音がまず一発ポンとあって、その後にいろいろなところ反射が間接音があってっていう、そういう一次反射二次反射いろいろあるんですけど、で、そういったこういったものをそのインパルスレスポンスという IR というわけです。で、その両耳に対するその IR っていうのを作り、そのフィルターに音を通すっていう処理がバイノーラルプロセッシングになる。で、この音なんですけど、僕はその当時レイクテクノロジー社のヒューロンっていうのをコンボリューションワークステーションっていうのを扱っていまして、これが畳み込み演算ですとかアンビソニックスも入っていましたし 3D パンニングもできたっていう非常に優れた製品で、その当時その研究者の方々にこの音を聞かせるとそのヒューロンすごく音がいいっていう評価を聞いてまして、で、それは実際その IR を実測するソフトウェア、ソフトウェア、処理であったりその畳み込み演算の処理が優れている、そういうプロセスを踏めば必ず同じ音が出るわけではなくて、IR の作り方、どんな IR を使うのか、それからどんな演算処理をするのかによって音は変わっていくっていうことをその時知ったわけですね。で、バイノーラルプロセッシングには、実測による IR ですから、実際にあるどこかの部屋で、インパルスレスポンスを測定して作られたものですね。だから本物の部屋の IR になります。で、もう一つはシミュレーションによって IR を作るものっていうのがあります。実測では実際のその部屋の中の直接音だったり反射音、それから本人なのかダミーヘッドを使うのかは別ですけど、その HRTF とかが含まれたインパルスレスポンスができますと。実際にある部屋では自然なので、比較的ナチュラルな音場が作れます。で、もう一つソフトウェアシミュレーションの方ですけど、実際にはない部屋を設計して、その中で、どこで音が鳴って、どこで聞いているかっていうのを、シミュレーションすると。そこまでの直接音だったり反射音だったりっていうのを
計算によって導き出して IR を導き出すと。実測よりはナチュラルではないっていうのがやっぱりあります。実測とシミュレーションの目的はやっぱりその実測は実際の部屋を、測定するわけですから、そこの現実を、求めてるからそれをやるわけですよね。で、シミュレーションはそこの部屋を、シミュレーションする場合もありますけど、僕の考えではその理想を求めるみたいな使い方が考えられています。で、実測の場合は、例えばこの立東ベースで測定した場合、この立東ベースの本物の部屋ではあるんですけども、当然その機械が行うことですから、現実以上のものっていうのは作れないわけですね。似ているものは作れます。音楽制作で考えたら、どこどこスタジオの IR を撮りましたとか。で、そこの、スタジオの音ですよってあるんですけど、まずそこのスタジオである必要があるのかとか、実際その空間がベストなのか。で、シミュレーションの場合は今度は逆に現実の音にはならないので、先ほど僕理想のを求めるって言いましたけど、じゃあその理想の空間って言われた時に、それを作れるだけのそのノウハウと、あと経験っていうのが必要になってくるわけです。このように直接音、で間接音、それから間接音ですから環境ですね。環境、それから HRTF があるわけですが、これって要するに直接音っていうのは、言い換えるとスピーカーサウンドの設計、スピーカーから出ている音を設計する。で、間接音は環境なので、スタジオ設計、この立東ベースだったら立東ベースの特性とか、そういうのスタジオ設計ですね。それから HRTF、これはここに書いてある人間設計ですね。HRTF は個人のもの、人間のものなので、サウンドそのものとは関係がないわけです。スピーカーや楽器から出ている音っていうのは、僕がどんな HRTF を持ってるとか全く関係がないわけですね。ですから、1番と2番によってサウンド自体は作られている。で、そこのサウンドが良くなければ、1と2の設計が良くなければ、どんなにその個人を変えても良い結果が出ない。HRTF 先ほど、図でこう書いたように、もう全てにこう関わってますから、HRTF を変えるとすごい影響があるわけですね、音に対しての。よくその HRTF を個人適用するっていうことになると、その常識としてよく言われているのが、定位が改善されるっていうのと、同時にその音が変わるっていう風のが皆さん共通で認識していることなんですけど、定位は確かに改善される。ただ音は必ず変わる。そこをどう考えていくかっていうのがHRTF の扱いの難しさ。で、実測で HRTF を変えるにはどうしたらいいかって言ったら、本人が今言ったように耳にマイクを仕込んで、で、リスニング環境で測定すれば、自分のHRTF による IR が測定できます。ただその問題点としてあるのは、その耳の中に入れられるだけの小さなマイクになりますし、取り付けの方法であったりとか、本当にきちっとつけてあげないといけない。非常にその難しい。ダミーヘッドだったら人間じゃないので動くことはないわけですね。で、シミュレーションで HRTF を変えるにはどうしたらいいか。これはその本人の HRTF だけをまず測定しないといけない。無教室の中で反射のない状態で頭部の伝達関数だけを測定していくっていうことを時間をかけてやるわけですけど、最近はその写真とかでこう HRTF をこうシミュレーションするみたいな技術もありますよね。そういった方法で、HRTF だけを測定してそれを IR に入れ込んでいくっていう。これの問題点はその HRTF 測定の難しさ。なのでその HRTF をその個人適用したら完全なバイノーラルだみたいなことを聞いたりするんですけど、まずその完全な HRTF を取ることができませんと、ここに書いてあるとにかく本当にマイナス要素が多い。先ほどその人間設計って言いましたけど、僕ら生きてるので、生身の人間の HRTF が正しく測定できているかどうかっていうのも誰にもわからないですし、
その結果音がどうなったか、その人にとって音がどういうふうに聞こえてるかっていうのも他人には全くわからないことなわけですよね。逆に、音に対しての影響、非常に多いっていうのが、2020年ではそうです。結果、感想はその思ったほどその音が良くならないとかっていう、実際にやってみる方はそういうふうにあの言われますよね。実際生きてるので太ったり痩せたりするじゃないですか。で、本当に微妙な変化で HRTF って変わりますし、影響しますし、例えばじゃあヘッドホンを毎回きちっとつけられているのかとか、あらゆるそれ以上に影響しているものっていうのがとってもあるわけなんですよ。例えばスピーカーリスニングですね。ここにあるそのスピーカー等で音楽をみんなで聴く時っていうのは、人それぞれが個人の、HRTF っていうのを使って音楽を聴いているわけですけど、良い音、良い音楽、楽しい音楽、気持ちいい音っていうのは大体共通してどの人が聴いてもいいねって言いますよね。ということは別にその HRTF を変えなくても、ちゃんとその先ほど言った1と2の設計がきちっとされていれば、十分に気持ちいい音をヘッドホンの中でも聞けるわけですよね。この HRTF でこの1と2空間、直接音と空間を設計してきちっとした音を出してあげれば、どんな人が聞いても大体はいい音だよっていう認識ができるっていうところをまず目指した方が正解かなって僕は思っています。そういう考え方のもとを作ったのが、HPL なんですけど、HRTF も何も本当に本物を作る必要はないとは思うんですよね。なんか全然その人の本物ではないんだけども、その人にマッチした何かみたいなのが、今後例えば AI とかの発展によって生まれリアルタイムにHRTF を生成できるような何かみたいなのができて、その時の自分の感情だったりとかもなんか加味された何かみたいなことで、常にいい定位で利益感でサラウンドバランスで気持ちよく聞かせてくれるとかっていう HRTF が作れるようになったら、例えばそれを HPL の中に組み込むとかっていうのができたら、それはそれで面白いかなと思うんですけどね。そういうのが僕がHRTF を、個人適用っていうのはまだ早いっていうんじゃなくて、その前にやることがありますよ、あるんじゃないですかっていうのが僕の考え方です。